こんにちは、神谷です。今日のサブチャンネルは、スーパーカブ AA04 の不動車を近くのバイク屋で現状で購入しましたので、直して乗るという動画をやってみます。で、私のバイク歴としては、20代の頃は結構原チャリはいじってて、普通のバイクも乗ってたんですけど、モンキー、ゴリラ、ダックスとか、いろんな50ばらしたり、ボアアップしたり、結構やってました。250も何台か乗ってたり、大型は2000年に XJR1300 を買ってそれずっと乗ってたんですけど、結局30代ぐらいになるとほとんど乗らなくなって、全部売却してしまいました。で、10年ぐらい前の2016年に Z125 Pro を買って、それもね、ほとんど乗ってないんですけど、最近ちょっと仕事の量を減らして、乗れるようになってきましたんで、ちょいちょい乗るようになってきました。で、最近ね、ちょっと時間できてきたんで、50もね、ちょっといじりたくなってきまして、今回はとりあえず買ったばかりなんで、洗って現状確認とエンジンかけて、最低の整備をして乗るというところまでやってみます。で、今回購入して持ってきた時の写真がこれなんですが、結構汚れてますね。私ね、そのいじってた時に、カブは遠心クラッチで、クラッチレバーがないので、特に興味がなくてね、全然知識がありません。最近ね、友人がスーパーカブの50の最終型ですね。これで50なくなっちゃったんで、青色と赤色のキティちゃんのやつがあるんですが、それで青色のやつを買って、最終型 AA09 なんですけど、それが結構かっこいいなと思って、で、たまたま近くの、解体屋さんみたいなとこなんですけど、そこでね、不動車が置いてあって、このまま現状でエンジンかからないですけど、5万円だったらいいですよということで購入しました。ただね、バイクのエンジンって、キックさえ降りればまずかかりますので、多分すぐかかるだろうということでこちらを購入しました。ただスーパーカブの知識がなかったので購入してから調べたら今回この AA04 っていうのは2012年から2017年に中国で製造されて革命になって不人気になったモデルになります。当時ねこのニュースは見たことあったんですけど革命になって大きくなったんだなぐらいにしか思ってませんでした。で、ただね中国で作られて価格も結構安くてねこれの 110cc でもね22万円ぐらいで買えて結構安いモデルになります。ただね、汚いだけで洗えば綺麗になりそうだったんですけど、レッグガードがね、結構ボロボロで、もう表面が結構ガサガサしてましたんで、これはね、ちょっとどうにかしないといけないなっていう感じでしたけど、あとは一回転んだ跡があって、ブレーキレバーが曲がってて、マフラーガードのところに傷があって、それと同時に右のウインカーの中のステーが折れちゃって、カウルのところにちょっと割れがありました。この状態で購入しましたんで、ちょっとすべて動画撮れてるわけではないんで、写真と交えて乗るとこまでを見ていきます。はい。それじゃあバイク屋さんに行った時の様子を見ていきます。こちらが購入した、現状5万円の株になります。見た感じすごい汚くて、緑色の苔とかありますが、走行距離は13000キロぐらいで、変な傷とか、シートの破れとか、ひどい錆とかがなかったんで、洗えば綺麗になるんじゃないかなと思ってこちらにしました。で、鍵は回りますけど、バッテリーはありません。で、これ2012年モデルなんで、インジェクションになります。私は 50cc ほとんどキャブしかいじったことなかったんですが、インジェクションだとキャブの掃除とかないので楽ですね。で、あとね、バーディー90とか、リトルカブもあったんですが、リトルカブはね、イオンがするっていうんで、クランクケース開けなくちゃいけないっていうんで、ちょっと大変だなと思って、今回はカブにしました。このバーディー90も面白そうで、1個ね、買って置いとこうかちょっと迷ってるんですよね。で、ガソリンタンク開けてみたところ、匂いも、腐ったガソリンではないし、ガソリンが腐るほど放置されてたっていう感じではありません。でも、倒れた跡があって、ブレーキが曲がってました。で、ウインカーもちょっと飛び出しちゃってて、中で爪が折れてましたね。で、他にもね、いろいろバイクがあってね、面白そうだったんですけど、今回はこのスーパーカブにしました。これで軽トラに積んで家まで持ってきました。この状態見るとね、かなり汚いですね。これね、杉の余った板で作ったラダーになりますが、手前にこう金具つけておいて、軽トラの煽りの付け根のところにちょうどカサッと刺さるようにしてます。はい、これが持ってきた時の画像になります。かなり汚いですね。でもシートの破れがなかったり、このフォークのところも、ちょっと汚いですけど、アルミが腐食しちゃって塗装がボコボコなっちゃうっていう感じではなかったですね。ただこのレッグガードのところはかなり汚いですね。で、あと、ここのレバーが曲がって折れてます。で、ここが隙間空いてて、中で折れちゃってて、この下のところがちょっと割れてますね。あとはこのミラーの樹脂のところがだいぶ白っぽくなってるのと、ここが錆びちゃってますね。でも、エンジンもね、そんなに汚くないし、大きな欠点はね、そんなにないですね。で、あとはこのシフトのところはちょっと黒くなってますね。で、あとこのステップもちぎれちゃってますんで、これはまた変えようかなと思います。で、あとサスのメッキもね、ちょっとプツプツしてますけど、錆が出てるわけじゃないので、多分ね、磨けば、結構綺麗になると思います。で、チェーンカバーのところは、この辺はちょっと錆び出てますね。で、あとキャリアの付け根のところは、こんな感じでちょっと錆びてます。あとレンズは全部黄ばんでますね。
この樹脂パーツのところはやっぱ真っ白になってます。で、ホイールもね、リムにちょっと錆がありますけど、スポークのところは全くありませんので、全然使えそうですね。ここに見えてる錆は、フットブレーキの調整のネジ山ですね。あとマフラーカバーのところは、ちょっと錆びてますね。もうちょっと下にも傷があります。ただ、このマフラー自体は全然錆がないですね。で、キックはね、やっぱ錆びちゃいますね。で、こっちのサスはちょっとこの辺錆見えますけど、多分削れば取れると思います。ただ、ここのアルミのとこはちょっと腐食してますね。スイングアームもこの辺がちょっと錆びてるぐらいで、タッチペンとかでなんとかなるかなっていうレベルです。で、あとはこの辺の樹脂も白いので、この辺はヤマルーブの光沢剤を塗ろうと思います。はい、これがメーター周りですが、ミラーもね、かなり苔がついてますね。この辺の樹脂もだいぶ白っぽくなってて、触るとね、ポロポロします。で、鍵がね、2つあったんでよかったですね。で、あとこの辺も真っ白になってます。ただ、レッグガードがね、相当ボロボロになってますね。距離は13,600キロになります。でもね、この辺も多分磨けば綺麗になりそうですね。はい。じゃあこれでとりあえずエンジンをかけてみますが、タイヤの空気を入れてパンクしてないかだけ確認してみます。で、空気を入れたところ、空気の漏れもなくて、パンクはしてませんでした。ただタイヤは古いので、そのうち変えようと思います。はい。じゃあこれで洗う前に一度エンジンをかけてみました。ただバッテリーが死んでますので、もしかかってもあんまり吹かしちゃうと電球が切れたりしますので、とりあえずキックでかかるかやってみました。ただすぐかからなくて、押し掛けをしたらかかりました。これでかかるのは確認しましたので、実際に乗ってみるのはバッテリーが来てからにします。はい。それじゃあこれでかかるのが分かりましたので、一度洗車して、樹脂部分にはヤマルーブの光沢剤を塗っておきます。はい。じゃあ今度ブレーキのレバーの交換になります。洗車前の画像を使いますけど、この株はブレーキレバーを交換するのにも、左右のウインカーとヘッドライト外して、このカウルをしっかり開けないと交換できませんでした。こんな感じで曲がってたんですが、ここ今浮いた状態で中でピンが折れてます。で、このネジを外すんですが、このネジもね、すごい硬かったです。で、ここのネジと下から止めてあるネジとか、あとはこの反対のスイッチの部分とか、すべて外します。これがね、結構めんどくさかったですね。で、あと最終ミラーも外さないと交換することができません。あと、こことこの辺のネジも外さないといけないんですが、これがね、ほんと硬くてね、SK11 の舐めたネジも回せるベアクロドライバーをぶったたいて、それでなんとかギリギリ回りました。作業する前はラスペネとかを吹いておいた方がいいと思います。で、ネジが2種類あって、場所がわかるように写真を撮っておきます。これが反対側のウインカー外したところです。ここに入るピンが折れてました。で、あとヘッドライトとミラーを外して、ようやくここの穴が外れて、このプラスのネジが出てきます。ここまで外すのにね、かなり時間かかりました。これでレバーを外して交換します。レバーの交換はそのまま、北コのやつを入れ替えるだけなんで、ここまでできちゃえば簡単に交換できます。あとちょっと見えてませんけど、ここが割れちゃって、穴開けてタイラップで縫い込んで、とりあえず応急処置しておきました。で、これで逆の手順で戻しました。で、このピンは折れてますけど、もう一個こっちにありますので、それでしっかり固定されてます。あと、ここの割れも縫っておいたので、ここが外れるようなことはなくなりました。で、ちょっと見えないですが、こんな感じで穴開けてタイラップで縫ってあります。はい。じゃあ、これで掃除して、油とか刺したり、この樹脂の黒い部分ですね。ここに光沢剤を塗ってみました。だいぶ白くなってたんですけど、かなり黒くなってますね。この辺もね、まだ全然磨いてませんので、洗った分でくすんだ状態になります。で、ボディもね、洗いましたけど、洗っても落ちないようなのが少し残ってますね。この辺も、この辺もちょっとポツポツ見えたりしますので、ただこれも、ここだけコンパウンドで磨いてみたんですが、ツルツルで綺麗になりましたね。やっぱ塗装も悪くないですね。で、あとはレンズとかもちょっと曇ってますので、またこれも磨いていきます。で、このレッグガードのね、白いところが、もうだいぶ、ここ見るとわかるんですけど、すごいこう、波打ってガサガサしてますね。ここも一番表面のコーティングが落ちてる感じです。やっぱもうこの辺は洗車では取れなくて、細かい白い粉がつきます。この辺見るとね、洗った後でもこうポロポロ落ちますね。で、エンジンは、ここ足が当たるとこはちょっと擦れてますけど、割と綺麗ですね。で、マフラーのガードも、この辺が錆びてます。ただ、ボディはね、結構綺麗なんで、ちょっと傷ありますけど、磨けばかなり綺麗になると思います。で、シートに関しても結構綺麗です。破れがありません。ただ、ここはちょっともう焼けちゃって、ホンダの字も見えなくて、ちょっとこの灰色のなんとかしたいですね。この辺もね、光沢剤塗りましたけど、やっぱちょっとね、色が入らないですね。日焼けでかなり白くなってましたんで、塗っても黒くなりませんでした。
キャリアもちょっと錆がありますけど、これも一回外して錆取って、で、この黒いところも塗りましたけど、だいぶ綺麗にはなりましたね。ただ、錆はちょっとあります。で、後方になりますが、ウインカーとブレーキランプも結構曇ってガサガサになってますね。でもここは光沢剤塗りましたんで、かなり黒くなってます。で、チェーンカバーもちょっと錆がありますね。この辺も本当は錆を落として銀で塗り直したいですね。あとでもチェーンはね、ちょっと油切れてましたけど、チェーンオイルはつけておきました。でもね、比較的綺麗ですね。ただ、あと、セルが回らないので、また今度ちょっと変えてみようかなと思います。はい。それではこれが洗車前と洗車後になりますが、洗車しただけでかなり光沢が出ましたね。ボディはまだコンパウンドで磨けばかなり綺麗になりそうなので、また今度やってみようと思います。で、樹脂部分も光沢剤を塗ったらかなり黒くなりました。ただかなり日焼けして白い部分の樹脂は黒色が戻ってきませんので、また今度バーナーで炙ってみようと思います。最後にデイトナのバイクカバーの M サイズ一番小さいやつですが、Amazon で1899円で購入しましたので、実際に使ってサイズ感を見ていきます。表面は結構しっかりした銀色の反射する感じですね。で、裏面はここが塗ってあって、白い生地になってますね。で、あとチェーンをかけるところが黄色で塗ってあって、で、こっちのフロント側は赤で塗ってありますね。で、あとこの黒い部分があって、これがちょうどミラーとハンドルのところに来るようになってます。どっちが前っていうのが分かりやすくなります。で、あとは下の中央のところに、このベルトとフックがありますね。これで固定することができます。で、この前と後ろのところはゴムになってますんで、タイヤのところでギュッと入るようになってます。はい、もう本当にかけやすいですね。で、これはサイズ一番小さいやつですけど、スーパーカブにはぴったりになります。はい、で、このステップのところですが、ここにバンドがありますので、これでフックで固定します。結構簡単ですね。はい、とてもね、付けやすくてね、煩わしさもありません。で、もう何日か使ってますけど、もうそんな簡単に破れるとか、そんな感じはしませんね。しっかりこう塗ってあります。で、ちゃんとこのシートの形になってますんでね、カブにはほんとしっかり収まりますね。ただね、このリアボックスつけちゃうと小さいかもしれませんね。多分、下がこうかからずに、マフラー部分がこう出ちゃうんじゃないかなと思います。こんな感じになるんじゃないかなと思います。ボックスがなければ全然普通ですね。はい。じゃあこれで注文しておいたバッテリーが届いたので交換しておきました。これでエンジンをかけてみます。はい。じゃあこれでエンジンかけてみますが、まず、キーを回すとグーって言うんですが、セルはカチカチ言いますけど回りません。ちょっとね、いろいろ振動を与えたり、接触も見たんですが、多分セルがダメだと思います。はい。それじゃあこれで実際に走ってみましたけど、走行やギア、ライトなど問題はありません。ウインカーもつくし、リアブレーキだけ、踏みしろだけは調整しましたけど、問題なく乗ることができます。これでナンバーも取って実際に外も走ってみましたけど、全く問題ありませんでした。はい。ということで、これで最低限の整備ですけど、乗れるようになりました。で、一応購入したものとしては、北コのブレーキレバーと、台湾ユアさんのバッテリーと、この2つでとりあえず乗れるようになりました。あとはセルモーター、エンジンオイル、エアクリーナー、これらは交換したいなと思います。ただね、セルモーターですけど、今ね、めちゃくちゃ安く売ってて3000円ぐらいで買えます。あとはエンジンオイルとエアクリーナーとかこの辺すべて変えて、これらでだいたい1万円ぐらいですかね。そうすると6万円ぐらいで乗り出しできたという感じですね。で、今回デイトナのバイクカバー買いましたけど、これまで安い割にはね、なかなか良かったですね。1年で破れちゃうってことはないと思います。で、この辺までやれば、普通に乗れる状態かなと思います。で、あと今後ですけど、荷物を乗せたり、ヘルメット入れたりするのに、リアボックスと、
あとはね、シフトが見えないので、シフトインジケーターと、で、これ安いインジケーター買ってきて、配線割り込ませて作れるんですけど、普通に売ってるインジケーターが結構物悪いみたいで、だったら専用のものを買った方がいいかなと思って、この iPro と ProTech っていうのがあるんですが、ProTech のはちょっとね、評価悪かったので、iPro の方ですね。こちら AA04 用のやつがありますので、これを買えばカプラーに割り込ませるだけですごく簡単にできますんでね。また今度これを買おうかなと思います。あとはそのレッグシールドのところがボロボロになってますので、これがね、白じゃなくて、クロスカーブの純正の黒いやつがあるんですが、それに変えようかなと思います。中古で安いのがあればね、そういうのを探して取り付けようかなと思います。で、あとは電源取り出しとかすれば USB つけたり、あとはカウルの内側のところにつけるインナーラックとかつければ、何かあってもね、置けますんで、そういうのをつけようかなと思います。またこの辺はね、取り付けたらおいおい動画にしていこうかなと思います。はい。ということで、今回はスーパーカブ AA04 の不動車を購入して直して乗るという動画をやってみました。で、サブチャンネルではメインチャンネルで紹介できないもののレビューとか、あとは実際に買ってよかったものとか、車のこととか、投資のことなんかもやっていきますんで、もしよければチャンネル登録お願いします。